こんにちは。白井塾の白井です。別の動画でこういった形の全化式の解き方を紹介したんですけれども、その解き方は途中で出てくる二次方程式が重解を持つときは使えない、そういったものでした。なので今回はそういった制限のない解き方を紹介します。で、まず最初に、もしもこの9が0だったらどうなるかってことを考えます。つまり全化式がこういう形をしていればどうなるかってことなんですけれども、これは分母分子をひっくり返すことによって解くことができます。分母分子をひっくり返すとこうなって、これを整理すると、こうなります。ここで Cn をこう置くと、この式というのは順番を変えて定数を新たな記号で置いてやると、こうなってこれは解ける形です。で、ここで注意しないといけないのは分母分子をひっくり返すわけですから、ここが0になる、この分子が0になるとまずいってことなんですけれども、それはどういった時に起こるかっていうと、bk イコール0となるような k が存在する時です。そしてもしもこれが存在するとすれば、この n に k を入れた時、右辺が0になるので、b の k たす1も0になる。今度 n に k-1 を入れれば、左辺が0になるので、b の k-1 も0。ということは、この b という数列はどんな n に対しても0になるような数列だってことです。つまり b1 も0だと。っていうことなので、与えられた条件で b1 が0ならば、すべての項が0となるってことになりますし、b1 が0じゃなければ、分子が0になることもありえないので、ひっくり返すことによって、この形に直して解くことができるっていうことになります。なので、この全化式を解くときに、この形に変形させてやるっていうふうに考えます。で、それはこういった Bn を用意することでできます。与えられた式を Bn を使って書き直すと、となるので、これはプラスアルファなので、それを上に持ってくると、こうなりますね。これを整理します。BL の項はこことここですね。アルファ2乗の項はここだけです。アルファの一次はプラス S とマイナス P。定数項はここですね。こうなったときに、この定数項、これが0になればいいわけですから、この二次方程式を満たすようにアルファを定めてやれば、ここが0になるので、ここの形に直すことができます。で、必要なアルファは1つだけですので、10回持っていても問題はありません。で、この後分母分子をひっくり返すわけなんですけれども、B1 が0になってたらまずいと。つまり、AN がマイナスアルファになっていたらまずいんですけれども、この二次方程式を解いたときに、
もしもこうなれば A という数列はすべてマイナスアルファという数列になりますし、そうじゃなければ B1 が0になることはないので、分母分子をひっくり返すことができて、分母分子をひっくり返せば解ける形になるということです。では実際に問題を解いていきます。こっちの問題ですね。まず最初にこう置いてよしきを書き直します。アルファを持っていって整理すると、分母がとなるので、こうなりますね。これを整理して Bn の項は 2α とマイナス1、アルファの2次はここ1次はマイナス5とプラス1があるのでマイナス4、定数項はプラス16、でこの部分が0になるようにアルファを定めればいいわけですから、マイナス2で割ってやってこの方程式を解きます。そうするとなります。で2つ出てくるわけですけども、どちらを入れても B1 が0となることはないので、分母と分子をひっくり返して解くことができるってことになります。ここでは α イコール2を使って解いていきます。そうすると B1 は2分の3となって、この全化式はアルファが2なので、ここは当然0です。分母はマイナス9になります。これで分母分子をひっくり返してこうなって、これはこうなりますね。ここで今度は Cn を Bn 分の1と置くわけです。C1 はこれの逆数なので、この全化式がでさらにBn をこう置いてやって、こうなるようにベータを定めればいいわけです。つまり上辺にあるベータはマイナス3ベータ、左辺のベータが右辺にやってきてマイナスベータ、これが3分の2になっていればいいわけですから、ベータはマイナス6分の1だってことになります。そうすると Dn という数列
この数列は初項が3分の2引く6分の1なので2分の1になります。初項が2分の1で項比がマイナス3ですね。で、定数を移項してやると Cn が求まります。で、分母分子にマイナス1をかけてれば、ここがマイナス3となるので求められます。で、これで Cn が求まりました。次はこれを使って Bn を求めてやります。で、今度はこれを使って An を求めるんですが、α は2なので、こうなって、これを計算すると、分子をマイナス2でくくってやると、こうなります。これで An が求まった、この全化式を解くことができたということになります。では、今回は以上です。よろしければチャンネル登録、高評価もお願いします。では、ありがとうございました。